実験大好き M ネオです。今回は HF でよく使われておりますダイポールアンテナ、なかなか SWR が下がらなくて苦労されている方多いんじゃないでしょうか。下がらない SWR 下げる方法の事例、簡単に紹介させていただきます。ダイポールアンテナ、なぜちょっと SWR が下がらないのかっていうところをね、ちょっと簡単にご説明させていただければと思います。皆さんね、もうダイポールアンテナ上げる場合ですと、タイトル場合はこんな形じゃないでしょうかね。もう両端にポールを立てて、すみませんね、こんな形でエレメントを貼って、真ん中からこう同軸ケーブルを垂らすっていうんですか。で、一般的なんですけど、地上庫ですね。こう地上があって、ポールが立って、こう同時ケーブル貼ってると思うんですけど、ここからここまで1分の2波長以上の場合ですと、だいたいインピーダンスがこれあくまでも理論上の話ですけど、70オームぐらいになるんじゃないかなとかよくこれ言われております。ですので、実際にこうやってね、SWR を測定しますと、こんな感じになっちゃうことが多いんじゃないですかね。このダラーっとなってて、本当ですとね、こんな形ですね。理想はこうストーッと下がってくれたら気持ちいいんですけど、どうしてもね、70オームぐらいのインピーダンスがありますと下がりきらないので、なんか平底にね、こう潰れたような形っていうんですか。こういう形でね、SWR が出てきて、アンテナアナライザーがね、今普及しているので、大方ね、共振周波数っていうのは分かると思うんですけど、SWR 系だけですとね、なかなかこの共振周波数が分からずに、皆さん苦労してたんじゃないかなと思います。実際にね、理論上はこれ70オーム、ここですね、70オームですよって書かれてるんですけど、実際にね、アンテナアナライザーとか使われて、2タイプあることにはね、皆さんお気づきじゃないかなと思います。あくまでもね、私の経験なんですけど、要はここですよね、2分の1波長。2分の1波長以上で、周りにもね、2分の1波長以上の空間に何もないような状態でアンテナが察知できるっていう事例はほとんどの場合ですね、やっぱり21メガぐらい、ここぐらいまでじゃないかなと思います。で、やっぱりね、21メガまでのアンテナでしたら皆さんね、そんなに苦労することがないと思うんですけど、ほとんどね、この SWR が下がらない問題っていうのは、やっぱり王道の周波数、7メガとか 3.5 メガですよね。この周波数でなかなか SWR が下がらないということでね、皆さんご苦労されてるんじゃないかなと思います。で、これね、もう測定器で測定したらほとんどわかると思うんですけど、7とか 3.5 の場合ですと、ここですよね。例えば7メガでしたら2分の1波長って言いますと20メーターです。この高さをね、確保できる方っていうのはね、実際にあんまりたくさんおられないと思うんで、ほとんどの方がね、やっぱりこう地上高が不足します。で、この地上高が不足しますとね、ほとんどの場合ですけど、でなおかつ周りの影響も強く受けますので、7メガとか 3.5 メガですともう50オーム以下ですよね。だもうこれ下手するとね、もう30オーム以下ぐらいのアンテナが多いっていうんですか。ですのでね、SWR としてはね、これ一緒なんですよね。こんな形ですよね。先ほど説明させた。頭がべっとりしてるんですけど、3.5、7メガですと、インピーダンスが低いがためにね、こうなっている場合という事例が多いです。これをね、どうやって調整していけばいいのかっていうのをね、ちょっと今からご説明させていただこうかなと思います。でね、ここで一番難しいところなんですけどね、ダイポールアンテナっていうのはもうシンプルだと思います。で、皆さんもね、十分知っておられるとはもうおられると思うんですけど、このエレメントの長さですよね。こういう形で、同軸ケーブル書いてはいるんですけど、ここの長さをね、皆さん端から何センチ切っていく、こうですよね。ひげを切っていくような形で調整していくような方法っていうのは、もう共振周波数の調整のみで、インピーダンスに与える影響っていうのはもうほとんどないっていうんですか。ですので、先ほどもあったんですけど、いくら調整しても SWR が下がらないっていうのは、ダイポールアンテナの宿命っていうんですか。調整するとこがないので、どうしようもないっていうのが、もう正確なね、とこじゃないかなと思います。今回はね、この下がらない SWR に何らかのね、アクションをかけて、エレメントのね、長さを変えるだけじゃなくて、マッチング回路とか、エレメントの角度を変えたりして調整する事例っていうのをね、簡単にご紹介させていただきます。で、まずね、一番多い事例なんですけど、この万歳型っていうんですか。皆さんもよく見かけますよね。こういう万歳型ですよね。あとは逆にこの反対ですよね。これはもうインバーデッド V とか言ってね、このタイプはね、昔から多くの方がされてきたかと思うんですけど、これにつきましては、先ほど
120度ぐらいまでするとだいたい50オームぐらいからに下がるということでね、インバーテッド V っていうのはね、これ昔から皆さん、もう何十年も昔から、もう40年も50年もね、昔の大山さんの時代からもね、結構真ん中にポールを立てて、両側にエレメンを立って、こういう形で角度をつけて、インピダンスを下げるっていうね、手法はいろいろとされてきたかと思います。で、あと、メーカーさんでね、もうこの20年ぐらいで普及したのがこの万歳型っていうんですか。これ非常に便利いいですよね、実際に。先ほどのこちらですよね。逆 V と反対なんですけど、要はこうやってエレメントを持ち上げることによって、同じ120度で50オームに下がりましても、50オームに下がりましても、地上高がね、やっぱ出るっていうんですか。これね、絵描いてもわかると思うんですけど、エレメントの両端が下がってますから、地上高としてはしゃがってしまう傾向なんですけど、上に上げますとね、やっぱり地上高が上がりますので、この差が結構ね、使ってみますと、ものすごく性能の差になるっていうんですか。飛びも違いますし、実際に SR バールも下がるような傾向なのでね、最近の流行ですと、ワイヤー型ではね、やっぱりこういう逆 V しかできないんですけど、アルミパイプとか使ってる場合ですとね、こういうような形ですよね。万歳型。私もね、ちょっと事例ご紹介しますけどね、万歳型の方をお勧めしたいなと思います。ですので、経験上なんですけど、素人の方、アマチュアな方が21メガぐらいまでですとね、ホームセンターで売っている材料だけでもダイポールアンテナっていうのは作成できると思いますので、21メガより高い周波数の方はね、ワイヤーで両端に貼るんじゃなくて、このような形ですよね。このような形で逆 V っていうような形じゃなくて万歳ですよね。万歳型に自立するような方法でね、ダイポールアンテナをご検討いただくのもね、一つの手かと思います。同じね、エレメントを変えましても、このような形ですよね。下にするのか、上にするのか、下にするかによって、だいぶね、今の世代としては、調整のしやすさも変わってきますので、今的にはね、この上型。ただし、ワイヤーでは難しいんですけど、この上型をね、極力お勧めしたいなと思っております。次、もう一つ問題になりますのが、やっぱり7メガ、3.5 メガ、どうしても下げたい。そうですよね。皆さん7とか 3.5 っていうのは、やっぱり電波の飛び、これがものすごく重要っていうんですか。そういう周波数帯ですので、なおかつ、こういう形で、ダイポールアンテナ、貼られましてもね、もうどうしようもないっていうんですか。もうほとんどの場合ですよね、皆さんこういうのも固定されてますので、今更いろんなパラメーター触ることもできないと思います。せいぜい触れるのがね、ここにもありましたけど、ひげが伸びてて、ここをカットしていくぐらいしか本当にないと思うのでね、3.5、7につきましては、経験値の話なんですけど、こっちの方にガンマーマッチング。ガンマーマッチングっていうね、写真も今からお見せするんですけど、こうやってね、コンデンサーをつけて、もともとね、これヤギアンテナとかにはよく使えてたマッチング方法なんですけど、結構ね、手頃な材料、ここをね、コンデンサーについては同時ケーブルですね。同時ケーブルを使ってね、代用しますと結構使えますので、写真もね、載せときますけど、ガンママッチングっていう方法でマッチング取りますと結構ね、調子よく動くことが多いです。私の家のこういうね、ちょっと見ていただいても悲惨な状況なんですけどね、屋根の上に這わしているようなアンテナで、マッチング回路がないと、やっぱり SWR がね、2以上、小さいのインピーダンスにしますと、測定しましたらやっぱり30オーム、25オームとかね、もうそういう状態のね、SWR なんですけど、これガンママッチングつけますとね、一発でこう下がります。本当に気持ちよく下がりますのでね、多少構造はややこしくなるんですけど、今の時代としましてはね、このガンママッチング、ダイポールアンテナにもね、使っていただくのも一つの手だと思います。で、あともう一つの方法がね、こういうような形ですよね。同じようなダイポールなんですけど、こういう形ですね。同じようなダイポールで、こうやるんですけど、このヘアピンマッチング。これもね、ちょっと写真でお見せするんですけどね、これも同じくダイポールアンテナじゃなくてヤギアンテナですよね。特に市販のヤギアンテナにはかなりもう使われているメジャーなマッチング方法ですけど、こういうヘアピン
要は負けたこういうエレメントをね、くっつけてインピダンス上げる方法っていうのも非常に有効じゃないかなと思ってます。実際にね、ダイポールアンテナでも21メガぐらいまでは私使ったことあります。これ21メガ。で、なぜそれ以上ね、低い周波数ではお勧めしないかと言いますと、ここの長さがだんだん長くなってくるっていうんですか。ここがね、だんだん長くなってくるので、これを支える方法とか保持する方法っていうのがね、中途半端になりがちっていうんですか。21メガでも経験上ですと、ここが50センチ、1メーターとは言わないんですけどね、50センチぐらいに私の環境ですと良くなったので、これが7メガになりますと、もう1メーター超えてしまいますので、ちょっとこれはね、もう無理かなと思いましてね。ここの長さの制約があるので、21メガまでの高い周波数でしたらね、進行方法もあるんじゃないかなと思っております。で、もう一つ、実はこれも OEM 各局が昔結構されてたとお聞きしたのですけど、こういう形ですね。同じダイポールアンテナですけど、ちょっと極端にね、絵描きますけど、給電部をずらしてしまうと。普通ですとね、給電部っていうのはだいたいこう真ん中にあるんじゃないかなと思うんですけど、この給電部をオフセットさせてインピダンスを上げてしまうという方法も一部のね OEM 各局がいろいろと研究されていて、私もね結構ねこの方法面白いなと思って実験したことがあります。これが実際にね、ここはなぜこうなるかと言いますと、実際にエレメントの真ん中っていうのがこうグラフで書きますとインピダンスが一番下がってるっていうんですか。で、両端に行くほどインピダンスが上がるっていう原理を使われて、要は通常ですね、皆さんここ知ってますか？ここが先ほどもあったら理論上は70オームになるところを要はずらしていく。ですから実際はここは70って書いてありますけど、ほとんどの場合ですとここはもう先ほどの説明させていただいたように25オームぐらい、7メガの悪い状態ですとね25オームぐらいになっておりますので、要は25オームの高いインピダンスにするために不思議な話なんですけどね、このオフセットする、真ん中からずらすという方法ね、一時期よく流行って使われたんじゃないかなと思います。で、この方法ね、実際にこの方法というのも私好きでね、結構やってきたんですけど、一番の問題点っていうのが、なかなか具体的な調整方法っていうのがご説明できないというんですか。もうほとんどの方々のやり方、今だとね、コンピューターで計算してもできるんじゃないかなとは思うんですけど、なかなかね、それがうまいこと適合しないっていうんですか。周りの周辺の影響でほとんどこれインピダンスが変わってますので、ほとんどの OEM 各局の調整方法も、こんな形ですね。例えばの例ですけど、7メガの本来ですと10メーターですね。ここが10メーター。10メーターが本来の7メガの調整方法だと思うんですけど、ここを8メーター。8メーターにして、こちらを、極端な話ですけど、13メーターぐらいにしてみて、片一方側は固定しながら、ここはもう固定させてしまうというんですか。で、もう片一方側だけをこう切っていって、エスタバールを下げていくっていうのか、共振周波数を出していくっていうやり方が結構ね、されてたような気がします。私もそういうやり方で調整しておりました。ですのでね、このオフセット型っていうのは結果的にまだ多分数式化とかできてないと思いますので、ペアで使ったダイポールアンテナ、実はこの実験をするために作ったようなアンテナだったんですけど、移動運用用ってね、あの時は記載はしてて、移動運用でも使いはしたんですけど、本当はこういうオフセットで調整する手法っていうのを勉強するために使ったようなアンテナになっておりますので、ぜひともね、こういうやり方ですね、今回おすすめした中で、一番の好きなのはこのガンママッチングですね。これが一番好きですね、個人的には。で、ハイバンドだと、こういうヘアピンマッチングの方が、やっぱり構造が単純なんで、ここの構造がね、やっぱり単純ですので、魅力はあるんですけど、正直言うて21メガとかですと、そんなにね、これを使うこともないっていうんですか、ほとんどの場合ですとね、先ほどご説明させていただいた万歳、または
インバー ZV のインペダンスが高い方でだいたいトラブることが多いので、ほとんどローバンドで困った時はこれ、または挑戦的にこちらですね、この方式 OM 各局をされてきたオフセットアンテナ、これちょっとね、オフセンターアンテナですかね。これちょっと申し訳ないです。ちょっとね、オフセンターが正しいかもしれないし、ちょっと別の名前があるのかもしれないです。オフセンターアンテナ。こちらの方でね、ちょっとテストしていただくのも一つのテイクだと思います。今回ね、ちょっと意外と地味な内容っていうんですか。なかなかこういうのもね、ダイポールアンテナの調整方法っていうのはもういろんなね、情報誌にも出てはいると思うんですけど、困った時にどうしたらいいのかっていうのがほとんど書いてないっていうんですか。ですのでね、今回このような形でね、具体的に説明させていただいたような形になっております。あくまでもね、これはもう一例ですので、これが全てとも思わないです。特にね、このオフセンターアンテナとか、オフセットアンテナとも以前ね、名前がついてたような気もするんですけどね。ぜひともね、この辺のアンテナですよね。このアンテナについてはね、ちょっとまだまだ未熟なところもあるんですけど、でとりあえずね、こうやってセンターがずれてしまいますと、やっぱりエレメントが均衡が取れてないので、やっぱりバランスも良くないとされているので、あまりお勧めすべきでもないアンテナだとは思うんですけど、やはりね、エレメントだけで単純に調整ができる、して S バーが下がる可能性もありますので、ダイポートとの、相性は非常にいいんじゃないかなと思っております。どうだったでしょうか。結構ね、ダイポールアンテナっていうのはもう基本中の基本とされてるんですけど、触れるパラメーターっていうのが少ないんでね、一回 S バーが下がらなくなると、皆さんね、結構最後はもうチューナー頼みになってるんじゃないかなと思います。今回紹介しましたね、エレメントの角度を変える方法、それとあとダイポールアンテナですけど、マッチング回路を取り付けるっていう方法もありますので、ぜひともね、用途に合わせて使い分けていただければと思っております。また具体的なね、アンテナの制作事例っていうのは後ほどまた動画とか作成していきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。